明けおめ、内田誠です。今回は2022年元旦の早朝散歩です。元日午前5時34分に、最近近所で売り出された67階建てのタワーマンションの近くを通りました。見上げると、いくつかの部屋には明かりがついていたので、気になり、写真を撮りました。それから、福田区政府の方に歩いていくと、慶祝元旦が掲げられていました。福田区政府の近くにある馬政時代広場の前を通りかかると、午前6時なのに、大勢の人が初売りの準備に忙しくしているのを見かけました。貿易期間の厳しい時期ですが、ある程度の集客をするために、それなりの努力をしていました。馬政時代広場のマクドナルドは24時間営業をしていますが、同時刻にお客が数名いました。大通りの副橋路には中国国旗が掲げられており、元旦の祝日ムードが出ていました。午前6時半頃に福田保税区に入りました。この頃になると、ようやく東の空が明るくなってきました。福田保税区には外資企業が多数あります。日系企業は電卓や腕時計のカシオ計算機や日本通運があります。アメリカ企業はハードディスクとフラッシュメモリーのウエスタンデジタルやユナイテッドパーセルサービスやシェラトンホテルがあります。中国大手はレノボがありますし、保税区なので当然中国税関もあります。これらに勤務する中国人一般社員は67階建てのタワーマンションは買えません。それでは、これらに勤務する中国人幹部社員はどうだろうとか、おそらく経営陣ならもちろん買えるのだろうが、貿易機関にあえて買うのか、それとも貿易機関だからあえて買うのかということをあれこれ考えました。早朝散歩の最後に福田港湾にも行くと、そこにも慶祝元旦が掲げられていました。中国は旧暦の旧正月を祝うので、大晦日も出勤していました。以前は香港のようにおせち料理を買いに行っていましたが、貿易期間なのでそれもできません。あまり期待はしていませんでしたが、元旦に深センのイオン新造店に行きました。途中で河川護岸工事を見かけましたが、以前見た時よりもだいぶ進んでいました。また、立体歩道橋の工事が進んでおり、貿易期間に深センが公共投資に力を入れていることを再確認できました。イオン新造店では少しだけお正月雰囲気を味わえました。店舗の入り口には待遇2600から2650元が修正されて2750元で清掃員数名が救護されていました。ちなみに深センの最低賃金は2022年元日から月給2360元に引き上げられたので、何か関係しているのかもしれません。イオン新造店には特におせち料理が見当たらず、煮豆やこんにゃくやたくあんといった定番の日本食品を買いました。年越しそばがないかと探してみたら、播磨そば 480g 26.9 元と、播磨そば 450g 39.9 元はありました。帰りにタワーマンションの前を通ったら、営業の人から部屋を見ないかと声をかけられました。十数年前のように即日完売とはいかないようです。自宅に戻ってからネットで検索してみると平米約8万円でした。86平米、89平米と125平米の3種類があるので、一番小さいのでも642万円、約1億1585万円で、いわゆるオークションになっていました。入居は2023年5月31日からとあるので、まだ約1年半あります。それまでに462個が完売するのかはまだわかりません。今回は以上です。コメントをいただけたり、チャンネル登録をしていただけると大変嬉しいです。